今日は2024年モデルのメルセデス・ベンツ G63AMG に乗っています。1979年にデビューした G クラスは2023年になんと生産台数が50万台を超える大人気モデルで、総生産台数のおよそ 80% にあたる40万台が今日現在も現役で走っているそうで、とてもロングライフな1台だと言えます。発表から現在の現行モデルのでとても高いリセールバリューを持っていることからも G クラスの人気の高さを伺えますね。この W463 セカンドジェネレーションの G63AMG を僕が初めて見たのは2018年4月にニューヨークで開催されたモーターショーでした。その時展示されていた G63AMG はパールホワイトの外装にインテリアもホワイトを採用されていて、とても高級感があふれていてかっこいいなと思った記憶を持っています。2018年にビッグマイナーチェンジされた G63AMG のボディサイズは全長が 4665mm、 全幅が 1985mm、 全高が 1975mm、 ホイールベースは 1890mm、 そして車重は 2530kg とまあまあウェイトがある方ですね。フロントに搭載されている AMG 製 V 型8気筒 D51C ツインターボエンジンは V バンクの間に2つのタービンを並列に配置するホット V レイアウトで 3982cc の排気量から585馬力を6000回転で発揮。そして最大トルクは850ニュートンを2500回転から3500回転の間で発揮します。実はね、この W463 のファーストジェネレーションの車に少し乗ってたことがあるんですけれど、かなりねトラックっぽい乗り心地と操作系動きっていうんですかね、そんな1台だったのを覚えています。メーカーが公表している動力性能は0-100キロ加速が 4.5 秒、最高速はなんと240キロに達するそうです。これだけ大柄なスタイルのオフローダーとしては驚くほど速く、まるでスポーツカーのような動力性能ですよね。 G63AMG の最大の魅力ともいえるエンジンはとても刺激的なフィーリングで、低速トルクがもりもりあってアクセルを踏むほどこの重いボディをぐいぐいと加速させてくれます。この走行モードをスポーツモードにしてアクセルを深く踏み込めば、ボディ両サイドに設置してあるサイドダッシュの迫力のエキゾーストマフラーからとても素晴らしいスポーツサウンドを奏でてくれます。デュアルクラッチの9速セミオートマチックギアボックスをステアリングの裏側にあるパドルシフトを使ってシュートアップダウンを行えば、とても大柄な SUV と思えないスポーティーな走りを楽しめます。そしてフルタイム 4WD の前後配分はフロントが40、リアが60の比率のため、スポーツドライビングをする際にとても自然なハンドリングを実現していると思います。このフロントガラスの傾斜角がほぼトラックと同じような角度で立っていて、豪華なインテリアとこの角度のフロントウィンドウの組み合わせはとても独特で面白いですよね。もともとね G クラスは軍用車ですから、こういった使い勝手の良さ、見晴らしの良さっていうのがね優先されたんだと思います。車の取り回しなんですけど、パッと乗ってもねすごく視界が開けていることと、
フロントフェンダー先端にもウインカーが設置してあって、それが目印になり車両感覚もつかめやすいですから、意外と乗りやすいっていう印象がありますね。ただね、一つ難点があって、ラダーフレームを採用されているため、ステアリングがどうしてもフレームと干渉してしまって、ハンドルの切れ角がね、やはり一般的な SUV と比較すると少ないんですね。ですから狭い路地で U ターンしようとかすると、ちょっと切り返しがね必要になったり、そんな一面も持っています。ただね、このステアリングの切れ角に関しては慣れてしまうとね、意外と早め早めに切り出してあげることで、そこまでねしんどいなっていうのはないと思います。少し前にねテストドライブしたクラシックディフェンダー90のあの車もかなりねステアリングの切れ角が少ないんで、ディフェンダーと比較したらまだこの G63MG は乗用車に近いなっていうぐらいステアリングは切れてくれますので、気になる点といえばそのぐらいですかね。で、乗り心地なんですけれど、アルミモノコックになったボディ構成がとても高くて、フロントがダブルイッシュボーンを採用されたことで、かなりね上質な乗り心地であると言えると思います。リアのサスペンションはリジットのままなんですけど、そんなにね嫌な突き上げ感とかもなくて、これだったらね十分高級感ある SUV の走りを楽しめると思います。この G クラスの特徴でもあるドアのバシャッっていうね閉まる音がボディ構成の高さを物語っていると思いますが、このドアはアルミ製のため結構力強く閉めてあげないと半ドアになってしまいますね。こんなところも G クラスの独特の魅力を保っているんだなと思います。今日履いている22インチのアルミホイールに装着されているタイヤはピレリ製のスコーピオンゼロアシンメトリコで、サイズが2954022インチというかなりね極太なタイヤが前後に装着されています。そして大きなパワーとトルクを発生させる V8 ユニットのかなり大ぐらいな燃費を考慮してか、燃料タンクは100リッターを採用されています。そしてドライバーの目の前には 12.3 インチの高精度ワイドディスプレイが2つ設置されていて、必要な情報がね全てパッと把握できるようになっていて、このステアリングの位置やペダルの位置、ドライバーがね自然に運転しやすいという、こういった細かなデザインの配慮はね、さすがに人間工学を熟知したメルセデス・ベンツならではの完成度の高さだと思います。でね、この V8 ユニットなんですけど、気筒休止システムがついていて、低速でアクセルペダルの踏む量が少ないと4気筒を休止させてメーター上にね V4 っていうのが表示されるんですけれど、この4気筒で走っている時のまたね独特のエンジンサウンドがいい味出してると思うんですよね、僕としては。でね、街中を歩いていてもこのドロドロドロっていうね4気筒で走っている G クラスの音が聞こえてきて、あ、G クラスが近づいてくるなってすぐに分かるんですよね。今までね走行モードはコンフォートモードで走っていたんですけれど、この後ちょっと首都高を走ってみたいと思いますので、首都高ではね走行モードをスポーツモードで走り始めてみたいと思います。これから首都高に入りますけれども、まず走行モードをスポーツに変更して、でギアボックスをパドルシフトでね操れるようにマニュアル仕様に設定しました。
これでね、どんな走りが楽しめるのかちょっとワクワクしますね。エキゾーストの音がね、結構迫力ありますね。このね、マニュアルモードだとこの V8 ユニットを思う存分堪能できるんじゃないかなと思います。さあ、それでは首都高行ってみましょう。結構ね、勇ましいサウンドをしますね。4速2500回転なんですけど、やはりね、トルクが半端じゃないですね、このエンジン。ほとんどね、ミリ単位でアクセル踏んでてもぐいぐいとこの巨体を加速させてくれますね。全くね、車の重さを感じさせないくらいパワフルですね。意外とね、スポーツモードでもメジ段差の乗り越えた時の突き上げ感も上手に出してくれてますね。少し前が開きそうなんで加速してみましょうか。素晴らしいサウンド。SUV なんで、このコーナーでのね、ロール量というか、車がゆっさゆっさ揺られる感覚はどうしても残っちゃいますね。でもね、これは重心の高さが決定的なんで仕方がないところですよね。さて、次はスポーツプラスにして出してみましょう。明らかにダンパーの減衰力が上がったのがすぐに体感できます。これでロール量も広いんですけどね。
プラスモード結構ハードに走れますね。ただね、やはり 2.5 トンあるウェイトはどうしてもね、常に足かせになってきちゃうのはまあしょうがないですよね。でもこれだけの重量級の SUV であってもかなりのねハイペースでコーナーを攻めれちゃうようなセットアップがなされているっていうのはちょっと驚きですね。結構ねハイペースでそれなりに走れちゃいましたね。やっぱりね伊達に AMG のバッジはつけてないですね。G クラス、それもねこの G63AMG はまだまだこんなもんじゃない実力を秘めてると思いますので、まあ近いうちにねちょっと場違いなんですけどワインディングにも行ってみたいと思います。いやコンフォートモードで静かに街中を走らせると今時速50キロで6速ギアを選定しています。エンジン回転数はわずか1100回転。本当にねトルクの塊のようなエンジンなんでこんな走りもできるんですね。まあでもね本当コンフォートモードで走ってる限りは何も起きない、ものすごく平和でちょっとね腰高な車高もそれからシート位置も相まってなんかね遊園地の乗り物に乗ってるようなそんな楽しいね感覚のテイストも味わえますね。とにかくでもね見晴らしがいいんで乗ってて爽快ですね。これはスポーツカーではないですけどそんなね楽しみも味わえる味わい深い一台だなと思います。